諦めなければそれは失敗ではありません。すべて経験であり、そして学びであり、そして次に成功するための材料です。皆さんこんにちは、立花さゆりです。今日はですね、失敗を恐れて何もできてない方の背中を押せたらと思ってこの動画を撮っております。そもそも私は失敗っていうものは存在しないと思ってます。なぜなら失敗っていうのはうまくいかなかったのではなくて、うまくいかない方法を一つ知ることっていうふうによく言いますよね。こう考えるだけで行動しやすいのではないでしょうか。そしてまた失敗は諦めた瞬間に初めて失敗になるっていう言葉があります。私まさにその通りだと思います。諦めなければそれは失敗ではありません。すべて経験であり、そして学びであり、そして次に成功するための材料です。実際に私たちの身の回りにある便利なものの多くは失敗や偶然から生まれています。例えば電子レンジです。電子レンジは冷暖用のマイクロ波を研究してた技術者のポケットに入ってたチョコレートが溶けてたきっかけで誕生したそうです。またポストイットは強力な接着剤を作ろうと思ったのに逆に弱い接着剤ができたおかげで生まれたそうです。さらにペニシリンも最近のバイオ実験中に偶然に発見されて人類の医療を大きく変えたっていう歴史もあります。つまり多くの発明、発見は思い通りにいかなかったことから始まってるんです。そしてまた失敗したら恥ずかしい、そう思ってしまう気持ちもわかります。でもアインシュタインの言葉でよく知られているこんな言葉があります。一度も失敗したことのない人は一度も新しいことに挑戦したことがない人だっていう言葉です。挑戦する人は失敗します。逆に失敗がないってことは挑戦もしてないってことですよね。何も挑戦してない人の方が恥ずかしいと思います。そして私は恥っていう言葉にちょっと違う概念を持ってます。失敗は恥ではないんです。恥っていうのは本当の自分ではない誰かを演じて、そしてその姿が崩れてしまってバレてしまった時に初めて感じる感情だと思ってます。だから自分らしく挑戦して転んだことは恥ではないです。むしろそれは勇気の証です。では失敗して周りから笑われたらどうしよう、そう思ってる方へ、私はそんな人たちはあなたの仲間ではないと思います。誰かの挑戦を笑う人はあなたの人生を応援してくれる人ではないです。もしそんな人が周りにいるなら直ちに距離を置いてください。離れてください。本当の仲間っていうのは互いが失敗した時に責める人ではないです。大丈夫？次どうする？って声をかけてくれて、手を差し伸べてくれて、一緒に考えてくれて、そして立ち上がらせてくれる人です。そんな仲間がいるからこそ人はまた挑戦できます。だから失敗を恐れないでください。恐れるべきは失敗ではなくて挑戦しないことです。行動した人だけが経験を積んで成長して未来を変えていきます。だから安心して挑戦してください。このチャンネルでは人生をより豊かにするための考え方や習慣を発信しています。もっと成長したい、人生を変えたいと思っている方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日の話をまとめると、失敗を恐れて何もしないことの方が恥です。失敗は成功の元です。そして人は死ぬときはやったことよりもやらなかったことを後悔します。ではここで皆さんに質問です。人生で一番勇気を出した瞬間、いつでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。皆さん YOLO っていう言葉聞いたことありますか？ You only live once の略なんです。直訳すると人生は一度きりって意味なんです。だからこそ今ある人生を思い切り楽しもう、後悔のないように挑戦しよう、そんな前向きなメッセージが込められてるんです。実は日本にもよく似た考え方があります。
それが一期一会です。一期一会っていうのは一生に一度しかない出会い、この時間、この瞬間、このチャンスを大切にするっていう考え方です。私はこの2つの言葉がよく似てると思ってます。この人生は一度きり、今日っていう日は二度と戻ってきません。だからやろうと思ってることをいつかやろうではなくて、ぜひ今日からやっていただきたいです。ぜひみんなで一度きりのこの人生を自分らしく思い切り楽しんでいきましょう。YOLO はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。ぜひ皆さんいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。